今日は焼きおにぎりを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、焼きおにぎりを作っていきたいと思います。とてもね、手軽な材料だけで作っていくんですが、味付けの隠し味や、あとはですね、焼いた時に崩れにくくなるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お醤油、みりん、味噌、だしの素、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずご飯なんですが、炊いた状態で 600g ほど用意してください。10g とかそのぐらいの差は問題ないので、だいたいこちらのグラムはね、目安にしてみてください。今回のね、味付けのポイントなんですが、隠し味に味噌を加えていきます。こちらのお味噌に関しましては、だし入りの合わせ味噌を使っていきます。その他にもね、いろんなお味噌の種類があると思いますので、こちらはお好みの種類を使っていただいて OK です。ただね、白味噌に関しましては結構甘めに仕上がってしまいますので、白味噌以外のものをチョイスしていただくといいかなと思います。一番おすすめが合わせ味噌になります。そしてだしの素に関しましては、カツオの顆粒だしになります。お好みで昆布の顆粒だしを使っていただいてもいいかなと思います。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに味付けの調味料を全て最初に合わせてください。このお味噌に関しましては一番最初にボウルに入れて、そしてお醤油またはみりんを少し加えてください。これでしっかりお味噌を溶きましょう。少量のね、水分で溶かないとダマになりやすいので、少しずつね、伸ばしていってください。このぐらいシャバシャバになったら残りの醤油を加えます。続いてここにみりん、あとはだしの素、こちらを加えて一度混ぜましょう。はい、今この状態でね、だしの素が溶けないので、一度こちらを軽く電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、で加熱したら取り出してだしの素をきちんと溶かしてください。だしの素が溶ければ OK です。そしたら最後にごま油を加えます。そしてよく混ぜましょう。焼きおにぎりのタレはこれで OK です。あとね、ここで一つおすすめなんですが、ここにね、おろしにんにくを少し加えてみてください。そうするとよりパンチの効いた美味しい焼きおにぎりに仕上がります。ただ外で食べるシーンもあるかと思いますので、今回はにんにく抜きの焼きおにぎりを作っていきます。そしたらですね、こちらなんですが、焼いている最中に表面に塗っていく分だけね、一度取っておきます。こちらから大さじ 1.5 杯分ぐらいね、取っておきます。こちらはね、焼いている最中に使っていきます。こちら側のね、多く残った方をご飯の中に入れてください。ではね、ボウルにご飯を用意してください。先ほど作ったタレを回しかけます。で、ご飯はね、今温かい状態のものを使用してます。そしてよく混ぜましょう。ご飯は必ずね、温かいものを使用するようにしてください。で、こんな感じでしっかりね、ムラがないように混ぜていきましょう。はい、このようにしっかり混ぜてください。ムラなく混ざれば OK です。それではラップの上にご飯を置きます。よいしょ。こちらね、1個だいたい 100g 前後にしてあります。大きさはお好みにしていただいて OK です。これでラップでくるんで、そしてぎゅーっときつめに握ってください。今回はね、三角形にしてきますが、お好みで丸くね、握っていただいても OK です。とにかくね、ぎゅっときつめに握るのがポイントです。ここで握りが甘いと焼いてる最中にね、形が崩れてしまいますので、もうぎゅーっとしっかりめにね、握ってください。ラップを使っていただくとね、しっかりね、ぎゅーっと握りやすいので、ラップを使ってね、握っていただくのがおすすめです。はい、こんな感じです。このようにしっかりめにね、きつく握ってください。握ったものはね、このままラップにくるんでおいてください。ではね、残りもどんどん握っていきます。はい、
い、握り終わりました。このようにね、しっかりきつめに握ってください。そうしましたら、この後すぐ焼くのではなくて、一度冷蔵庫で10分ほど休ませてください。そうすることで、よりお米とお米の密着度が良くなって崩れにくくなります。それでは10分置いていきます。はい、10分経ちました。見ていただくとわかるかな。一度ね、10分ほど休ませることで、このようにしっかりね、お米とお米が密着します。ここまでしていただくとね、形も崩れず、綺麗に焼くことができます。それではね、フライパンにごま油を薄く敷きます。火にかけましょう。そして火にかけたら火加減は中火です。そしておにぎりをね、置いていきましょう。このようにごま油を全体に絡めて、そして置いていきましょう。でこうやっておにぎりを持つ時は少しね、指を濡らしていただくとおにぎりがね、手にくっつきにくくなります。はい、でこのように並べます。そしたらこのまま火加減中火で、まず両面に焼き色をつけていきます。はい、今ね1分ほど経ちました。そしたらね、一度焼き色をチェックしてください。これでこのぐらいですね。こんな感じでいい焼き色がついたら裏返します。はい、フライパンもね、置く場所によって焼き加減が変わってくると思いますので、様子を見ながらね、調整してください。で今ね、私はこうやって素手でね、ひっくり返してますが、皆さんはね、こうヘラを使ったりとかね、そんな感じでやっていただくといいかなと思います。やけどだけはね、注意してください。はい、美味しそうに焼き色がついてきましたね。でそしたら片面も同じように中火で焼き色をつけていきます。片面もだいたい1分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしたら片面も1分経ったのでチェックします。はい、こちらもね、焼き色がつきましたね。そしたら今度はね、側面を焼いていきます。側面はね、だいたい30秒ずつぐらいでいいかなと思います。その時にちょっとね、ごま油が足りないかなと思ったら加えてください。油が少ないとね、ちょっと焦げやすくなるので、足りなくなったらこのようにちょっとね、ごま油を追加して焼いてください。でどんどんね、側面も30秒経ったら転がして焼いていきます。側面もね、きちんと焼くことで形もね、崩れにくくなります。はい、これで全体に焼き色がついたら一度ね、火を止めます。そしておにぎりをね、もう一度寝かせてください。寝かせたらですね、今度はこちら取っておいたこちらのタレをね、表面に塗っていきます。たっぷりめにね、塗っちゃって大丈夫です。でこの側面にもね、塗りましょう。美味しそうですね。でこのように全部塗りました。そしたら火にかけます。このね、タレがついた後焦げやすいので火は弱火にしてください。そして一度ね、こちら裏返します。よいしょ。この時もやけどしないようにね、注意してください。裏返したら片面にも同じようにタレをね、しっかり塗っていきましょう。で本当にね、このタレをつけた後は非常に焦げやすいので、焦がさないようにだけね、注意してください。なのでこのね、こっち側塗ってる時にちょっとね、焦げそうだなと思った時は一旦ね、火を止めちゃっても大丈夫です。はい、こんな感じでね、全体にしっかりね、染み込ませます。でそしたらね、焼き色を見ていい感じに焼き色がついてたら裏返しましょう。美味しそうですね。置く場所によってね、焼き色が変わってくるので、様子を見ながらね、調整してください。片面もね、弱火で焼いていきます。タレを塗ってからだとすごく焦げやすいので、だいたい30秒40秒ぐらいでね、一度チェックしていただくといいかなと思います。はい、でいい感じにね、また焼き色がついたら今度は側面をね、最後仕上げて焼いていきます。こちらもね、3面全部焼き色をつけましょう。側面はね、だいたい20秒くらいでいいかなと思います。はい、OK です。はい、これで美味しそうな香ばしい焼きおにぎりの完成です。こんな感じでね、すごく美味しそうに仕上がってます。このようにね、形も崩れず美味しそうに焼き上がってます。はい、これで焼きおにぎりの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように焼き色もしっかりついて美味しそうに仕上がってます。
はい、中はこんな感じです。中もねしっかり味がついてるので、このままね美味しく召し上がっていただけます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。美味しそう。いただきます。もうね、味付けのバランスと、あとはこの焼き加減がもう最高です。程よく香ばしくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼きおにぎりのポイントです。まずご飯に関してなんですが、ご飯は炊きたてのもの、あるいはですね冷凍したものできちんと温め直して温かいものを使用するようにしてください。今回の分量で6個作ってますが、ちょっと多い場合は全て材料を半量にして作ってみてください。そして味付けのポイントなんですが、今回お味噌を加えてます。味噌を加えることでコクが出て、とても味わい深い美味しい焼きおにぎりに仕上がります。おろしにんにくをちょっと入れていただくとさらにパンチの効いた味になるので、もしニンニクが気にならないシーンの時はぜひねおろしニンニクを少し入れて作ってみてください。そしてタレを作った後は別の容器に大さじ 1.5 杯ぐらい取っておいて、残りのものは熱々のご飯の中に入れてしっかり混ぜるようにしてください。そして混ぜ終わった後はおにぎりを握るんですが、ラップでねしっかりめに握るようにしてください。もちろん素手でやっていただいてもいいんですが、ラップを使っていただくと手にご飯もつかないのでしっかり握ることができると思います。ここでねおにぎりの握りが甘いと焼いてる時に崩れやすくなるので、必ずしっかりめに握るようにしてください。そして握り終わったおにぎりなんですが、そのまま冷蔵庫で10分ほど休ませてみてください。そうすることでご飯同士がしっかりくっついて、焼いてる時にこちらも崩れにくくなります。そして焼く時のポイントなんですが、焼く時はですねまずごま油を敷いて全面に焼き色をつけてください。今回私はね熱いのに慣れてるので素手でやってるんですが、皆さん素手でやる時はやけどしないようにだけ十分に注意してください。あるいはトングなどを使ってやけどしないようにね全体を焼くようにしてください。そして全面に焼き色がついたら全体に残しておいたつけだれをつけて、そしてまた同じように焼いてください。ただですねつけだれをつけてからは非常に焦げやすいので、火加減は弱火にして焦げないように焼くようにしてください。さらにこちらはですね冷凍保存できますので、冷凍保存する際はしっかり冷ましてから1個ずつラップにくるんで、そして保存袋に入れて冷凍保存するようにしてください。冷凍する場合はだいたい 2,3 週間ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は焼きおにぎりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。